線の上に乗せて輪郭ぼかす感。もうジュ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 って塗って、もうムっつって。はじめまして、みやびりと申します。普段は文化服装学院に通いながら原宿のラフォーレでアルバイトをしています。今日やったメイクは私が普段よくするもう遊ぶ時用の濃いメイクなんですけど、名前つけたらロックンロールメイクって感じですかね。目でっかくしたいんで、もう全部オーバーに引いてまつげも描いて攻め込んだメイクしました。よければ最後までご視聴お願いします。スタート。最初にベースに使ったのがこちらです。メディアのメイクアップベースネスというグリーンベースの下地です。全体的にニキビ肌で赤みが気になるので、結構点置きして全体に広げました。次にファンデーションの代わりに使ったのがエチュードハウスのビッグカバーコンシーラーです。高校の友達にもらったやつをそのまま使ってます。凹凸の気になる表面に出てくる部分の毛穴を埋める感覚で、もうジュ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 って塗って、もうクッションファンデーション用のパフでもう叩き込みました。次に使ったのはこちらです。セザンヌの固形のパレットコンシーラーです。これの真ん中の赤みの強い色と右のちょっと暗めの色を混ぜて、クマの上をカバーしました。クマってなんかこうなんかポケット状みたいに形になってるんですけど、区切り目っていうか線の上に乗せて輪郭ぼかすように置いたらいい感じにカバーされます。次に使ったのがキャンメイクのリップ&チークのジェルの6番という色です。目の下のここら辺全体的にもう指でトン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 って伸ばしました。私ペコちゃんが好きで、ペコちゃんのメイク方法をベースとしてここまでちょっと進化した形になるんですけど、ペコちゃんのチークの置き方を真似して目の下のここら辺を中心的に置きました。でファンデーション最後の粉はこのキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダー V のリフィル MB というやつです。マット肌が好きなのとプチプラが好きなので、あとこれもちょっと使い切っちゃって詰め替え用なんですけども、これでもう優しく押さえ込む感じでつけました。ファンデーション終わった後に使ったのがこれです。ケイトのデザイニングアイブロウ 3D の EX4 番というライトブラウン系の色です。これはノーズシャドウに主に使ったんですけど、この上の一番暗い色と真ん中の中盤のブラウンの色をこっちの太い方のブラシに取って、目頭のこのくぼみがあるんですけど、ここを中心的に最初に置いて内側にぼかす感じで繰り返し入れました。ノーズシャドウなんで結構軽めに入れる人もいると思うんですけど、私はもうちょっと彫りを深くハーフ系の顔にしたかったので、もう主にここのダブルラインからここにつながるようにも強めに入れて、ちょっと目の周りがくぼんでるように見せたかったので濃く入れました。続いてアイシャドウの発色よく見せるためにキャンメイクのアイシャドウベースの PP というやつです。クリームベースなんですけど、まぶた全体的に塗って、クリームなんでちょっと伸ばして下まぶたにも伸ばしてアイシャドウの発色を良くするために塗りました。アイシャドウに使ったのはこちらです。NYXのアイシャドウパレットなんですけど、マシニストシャドウパレット03というやつです。中の色はこんな感じになってるんですけど、その中のこれ一色を私は使いました。目の周り全体的にもう濃く入れました。上まぶたと下まぶたにも平等になる感じにも濃く、そして外側にグラデーションになるようにバッて目が深く見えるように印象付けたいので、この色を選びました。アイシャドウの代わりに目頭に使ったのがこちらで、メイベリーマスターフェアリーハイライターという虹色っぽいハイライターです。これの赤のハイライトをその目頭に塗って、ツヤと立体感があるように、それとアイシャドウの色と統一があるように赤のハイライトをここに塗りました。で私アイプチで二重幅広めてるんですけど、まずメイクする前にテープで二重幅広めてるんですけど、それだとテープが丸見えになっちゃって、アイシャドウを塗ってから一旦この糊で締める感覚で、このドンキで買ったアイトークをテープの真上から塗って乾かして、もうグイッて押し込む感じで使いました。シェーディングに使ったのがこのセザンヌのフェイスコントロールカラー4番のマットブラウンです。もうこれをもうチャコットのブラシに取って、も頬骨からこの顔の顎にかけてがっつりもう顔に中心に向かってグラデーションになるようにも結構濃いめにがっつり入れました。アイラインはこちらです。ルベールリキッドアイライナーのブラックです。目をでっかくしたいので、これでも買ってぐらいもう1センチ2センチぐらい結構強めに引きました。もう線というよりも図形描いてる感覚で外側にも跳ね上げて描きました。
下まつげに使ったのがクリーミージェルアイライナー CEL というこちらの普通のジェルのペンシルのアイライナーを使いました。もう私下まつげが大好きなんですけど、でも自分のまつげが短くて嫌なので自らまつげ描いちゃいました。ケイトのダブルラインエキスパート、ダブルライン用で有名のこのケイトの薄いアイライナーなんですけど、これをダブルラインじゃなくて目の輪郭をちょっとはっきりさせたいので、アイラインが長いんですけど、ここをアイラインのもうオーバーしたところから目につなげるようにまず下書きしたのと、あとは自分の作りたい涙袋のここに線を入れて下書き入れたのと、あとはそばかすが大好きでそばかすを毎回描いてるんですけど、このアイライナーを使っても点々点々ってそばかす描いてます。続いてこれはクーピーのカラーアイライナーのレッドです。これは主にダブルラインとこのオーバーラインしたところの下を埋める粘膜の色の変わりと、あと涙袋の線をちょっとこれで締めました。でこれでダブルライン描くことによってその目元が赤印象を強く押し付けたかったので、がっつりダブルライン描いてバッてもギャンってなるように描きました。カラコンつけるタイミングバラバラなんですけど、買ったサイトは韓国のサイトのカラコンピアというサイトで、ちょっと水色チックの本当は灰色が良かったんですけど発色いいハーフカラコン求めてたので、自分に合った気に入った色をずっと使い続けてます。ちょっと色忘れちゃいました、ごめんなさい。わかんないすいません。で使ったビューラーなんですけど、300円ショップの三日月桃子というところで買ったのでちょっとメーカーがわからないんですけど、これが結構私の目の形にフィットするんで、思いっきりもう根元から持ち上げてます。マスカラ下地です。ケイトのラッシュマキシマイザー、多分皆さん使ってると思うんですけど、ビューラーでがっつりまつげ上げた後にコーティングするように塗ってちょっと乾かしてます。キスミヘビーローテーションの眉マスカラです。多分一番明るいお色なんですけど、眉毛薄くしたら目にインパクトがくるので、だから眉毛をもうこれだけでコーティングして眉毛薄い印象にしてます。マスカラ最初に使ったのがこのブラウンのメイベリンのマスカラで、ハイパーカールボリュームエクスプレスというやつです。結構最後の方なんでダマになって色もあんまりつかないんですけど、コーティング程度でブラウンのマスカラなんで一旦塗りました。クリーミージェルアイライナー、まつげ上げてマスカラした上でまつげの間を埋めるのに多分繰り返し使ったりしてます。使ったつけまはこちらです。ダイヤモンドラッシュというドンキで買ったんですけど、目尻にボリュームがあってちょっと目を切れ長に見せてくれる効果があるやつで自然だったのでこれ使いました。これ全部つけると長くて浮いちゃうと思うので、私は目尻に中心につけたかったので目頭の1センチぐらいちょっと切り落としてつけました、目尻に。これエチュードハウスのビッグカバーコンシーラーなんですけど、ほぼ使い切ってるので、眉マスカラ下上からちょっと周りを薄くしたかったので上にちょん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 ってやってスポンジでぼかしていい感じに薄くしました。メイベリンボリュームエクスプレスマグナムビッグショットというボリュームタイプのブラックのマスカラを重ね塗りしました。目がくっきりなるように下まつげと上まつげもしっかり塗って黒いまつげで主張をはっきりするようになりました。目を大きく見せたいのでもうボリューム一択でマスカラは選んでます。ニックスプロフェッショナルメイクアップのミッドナイトカウスというアイライナーなんですけど、こっちがブラックでこっちがなんかすごい綺麗な色になってて、でそれのブラックを使いました。このブラックが筆タイプで使いやすいので、この筆タイプの方を使ってこの目頭にちょっと点を置きました。点を置く理由はめっちゃもう目にインパクトいくようにしたかったので、なんか今日インパクト足りないなっていう時とかに点を置いたり、こことかたまにこことかにも気分で点をランダムで置いてます。私なりの使い方だと普通にアイライナーのせた上からこのキラキラのラメをのせるといい感じに色が入ると思います。リップに使ったのがこちらです。ニックスプロフェッショナルメイクアップのソフトマットリップです。私このシリーズが大好きなんですけど、このシリーズで赤に近いお色の SMLC10 番という色です。その名前の通りソフトマットでクリームみたいな感じなんですよ。一応チップなんですけど、下唇にって塗ってムムムムっつって仕上がりがマットでいい感じに塗れます。
もうグロスとかだと髪の毛が風とかでくっつくのがすごい嫌なんで、リップはこのシリーズ気に入ってるんでずっとこれ使ってるか、もしくはマットタイプのリップばっかり使ってます。今日のヘアセットなんですけど、最近お団子ヘアにハマってて、あと刈り上げをしてるのでお団子しやすくてよく気抜いてこのヘアやっちゃいます。こっちはちょっとアイロンはしてないんですけど、根元だけちょっとぺったんこになると嫌なので気持ち挟んでます。ゴム1個使っても一気にもうぐる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 ってもう力ずくで適当にやってる感じのお団子です。前髪はウェーブアイロン使ってふわふわにしてます。くるっくるのアメリカの女の子のお人形さんみたいなのが好きなので、もうくるっくるに根元から挟み込んでもふわふわにしてます。今日の格好は今通ってる文化服装学院のパンツ発表会で着た格好です。気に入ってるのでこの格好できました。今日つけてるこのヘッドドレスはその作ったパンツに合わせて同じチェックの柄を使って作りました。このつけてるネックレス代わりにしてるのがダイソーで買った自転車の鎖なんですけど、友達がつけてるのを見て、うわ最高やんと思ってちょっと真似しました。ちょっとこれつけるとなんか重くてパンクな感じがあるので気に入ってつけてます。で今日つけてるアクセサリーは、指輪は地元でおばあちゃんに買ってもらいました。お店の名前忘れちゃいました。でブレスレットは原宿のロマンティックスタンダードで買いました。シルバーが好きなので、シルバーでもギャンギャンに攻めてる意味でもこれはもういつもつけてます。どうでしたでしょうか。いつもこんな感じで時間をかけながらこんなメイクをしています。よろしければ私のインスタグラムをフォローしてくれると嬉しいです。インスタグラムの ID は概要欄に貼っておくのでよかったら見てください。かわいパティーンのチャンネルは他にもかわいいメイクアップがいっぱいアップされてるのでよかったらいろいろ見てください。今日みたいなメイクじゃなくてちょっと雰囲気変わったメイクとかしてるので、私の動画も見てくれると嬉しいです。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。バイバイ。